皆さん、こんにちは。ロック204チャンネルです。今回の動画では、Google コラボラトリ、通称コラボを使って、皆さんの Google ドライブに溜まったファイルを効率的に自動整理する方法について、具体的なコードを交えながら詳しく解説していきます。皆さんはこんな悩みをお持ちではないでしょうか。Google ドライブをよく使うけれど、ファイルが増えすぎてどこに何があるかわからない。手作業で整理するのは時間がかかるし面倒。もし、ファイル整理を自動化できたら、そう考えたことがある方に、ぴったりの内容です。手作業でのファイル整理は、本当に大変ですよね。時間がかかるだけでなく、間違ってファイルを削除したり移動したりといったミスも起こりやすいです。また、整理のルールが曖昧になってしまったり、結局面倒で後回しにしてしまったり。一方、ファイル整理を自動化すると、時間の節約になり、ミスの心配も減ります。常に決まったルールで整理されるので、必要なファイルがすぐに見つかるようになります。ここで今回の主役である Google コラボラトリ、略してコラボについて説明します。コラボは、皆さんのブラウザー上で Python のコードを実行できる Google のサービスです。特別な環境構築は不要で、一部制限はありますが無料で利用できます。データ分析や機械学習によく使われますが、実はファイルの操作も得意なんです。コラボがファイル整理に役立つ最大の理由は、Google ドライブとの連携のしやすさです。コラボは Google のサービスなので、同じ Google アカウントを使っていれば、簡単に連携できます。これにより、コラボの中から皆さんの Google ドライブ上のファイルに直接アクセスし、操作することが可能になります。それでは、Google コラボの起動方法について説明します。こちらのアドレスバーの中にこの URL を貼り付け、エンターを押します。しばらくすると、このようなコラボの起動画面が表示されます。こちらはノートブックを開くという画面ですが、この画面より過去に編集したコラボのノートブックをこの画面から開くことができます。それではキャンセルし、先に進んでみましょう。こちらが起動画面に表示されるコラボの紹介ページとなります。内容はコラボとは、はじめに、使用例などが紹介されています。それでは新しいノートブックを作成してみましょう。メニューよりファイルを選び、新しいノートブックを選択します。しばらくすると、新しいノートブックが表示されます。こちらが、このノートブックのタイトルとなります。ここではアンタイトル1となっています。名前をテスト1に変更してみましょう。これで、以下、編集したプログラムコードは、テスト1として保存されます。こちらがプログラムコードを書くコードセルです。例えば A イコール10、B イコール20。結果を、ここに A プラス B のように書きます。これが Python のコードとなります。このコードセルを実行するには、こちらの三角印をクリックするか、キーボードよりコントロールプラスエンターを押します。起動時、この機能を実行するとしばらく時間がかかります。しばらくすると、このセルの下に結果が表示されます。このように、A プラス B の結果30がここに表示されました。新しいコードセルを追加するには、こちらの境目にマウスカーソルを合わせるとコードと書かれているボタンが表示されますので、これをクリックします。追加されたセルで、例えば C イコール A スラッシュ B と書いてみましょう。そしてその下に C と書きます。スラッシュは割り算の記号です。そして、これを三角印をして実行します。
するとこのように2回目以降は素早く結果が表示されます。こちらに表示されるコードというのは、プログラムセルで、テキストと言われるのは、注釈を書くセルのことを示します。例えばここに練習1と書いてみましょう。すると右側に、このセルが実行された結果がプレビューされます。例えば、この文字の先頭にハッシュタグを挿入してみます。するとプレビューは大きな文字に変化します。このように文字の書式をここで設定することができます。セルの位置は、こちらの上矢印、下矢印で調整することができます。このノートブックを終了するには、ファイルより保存を選択しても良いのですが、通常は自動的に自分のドライブに自動保存されます。画面の上部に保存中などの表示がない場合は、このまま終わっても構いません。今編集した内容は、Google ドライブに保存されていますので、Google ドライブを開いて確認してみましょう。新しいタブを開き、アドレスバーに Google と入力します。そして、この四角のドットをクリックしドライブを選択します。するとこちらのコラボラトリーノートブックと書かれたフォルダーが作成されているのが確認できます。ここでこのフォルダーをダブルクリックして開きましょう。すると、先ほど編集したテスト1のノートブックが保存されているのがわかります。このノートブックをダブルクリックすると、先ほどのコラボラトリーの画面が表示されます。この表示された画面で再編集して、プログラムを編集することもできます。コラボから Google ドライブにアクセスするためには、マウントという操作が必要です。これは、コラボの環境から Google ドライブが見えるようにするイメージです。コードは非常にシンプルで、from google.colab import ドライブとしてドライブモジュールをインポートしドライブ .mount/content/ ドライブを実行するだけです。Google ドライブをコラボラトリーの作業領域にマウントする方法を紹介します。こちらのコードを実行します。すると、このような警告が出ます。そこで、Google ドライブに接続をクリックします。次に Google アカウントを選択する画面が表示されますので、使用するアカウントを選択してください。そして、次の Google ドライブ4デスクトップにログインの画面で次へを選択します。次の画面では、アクセスを許可する項目が表示されますので、チェックを入れて次に続行すると自分の Google ドライブと接続することができます。Google ドライブとの接続が完了すると、セルの下にマウントされたというメッセージが表示され、作業領域にもドライブフォルダが表示されます。このドライブがマウントされた自分の Google ドライブです。先ほどの警告やアクセス権の設定は、最初の Google ドライブのマウントの時のみ表示されます。Google ドライブへのマウント時に表示される認証画面は、基本的に初回のみです。初回にドライブ .mount/content/ ドライブを実行すると、認証リンクが表示され、それをクリックして Google アカウントにログインし、コラボにアクセスを許可する必要があります。次回以降は、これらの手順なしに自動的にマウントされます。ただし、Google アカウントからコラボのアクセス権を削除したり、コラボのセッションが長時間経過したり、ランタイムをリセットしたりした場合は、再度認証が必要になることがあります。Google ドライブのマウントを解除したい場合は、ドライブ、フラッシュアンダーライン&アンダーラインアンマウントというコードを実行します。これでコラボからドライブへのアクセスが解除されます。それでは、ドライブフラッシュ&アンマウントでマウントを解除していきましょう。実行後、しばらくすると作業領域のドライブが消えます。これでマウントが解除されました。
以降の例題でマウントされたドライブを使用しますので、再度マウントを行います。ここからは、Python の標準ライブラリーである OS モジュールを使ったファイル操作の基本を見ていきましょう。os.listDill を使うと、指定したフォルダーの中にあるファイルやフォルダーの一覧を取得できます。例えば、Google ドライブ上の特定のフォルダーの中身を確認したい場合に便利です。コードの4行目では、ドライブアンダーラインパスイコールスラッシュコンテントスラッシュドライブスラッシュマイドライブスラッシュサンプルアンダーラインフォルダーとして、Google ドライブ上の特定のフォルダーへのパスを変数ドライブアンダーラインパスに代入しています。これは、コラボにマウントされた Google ドライブのマイドライブの中にあるサンプルアンダーラインフォルダーというフォルダーを指しています。6行目の items イコール os、イストダードライアンダーラインパスで、先ほど指定したドライブアンダーラインパスの中身、つまり、サンプルアンダーラインフォルダーの中にあるファイルやフォルダーの名前をすべて取得し、そのリストを items という変数に格納しています。そして、8行目からの forget アンダーラインファイルアンダーラインネーム in items、プリント JIT アンダーラインファイルアンダーラインネームでは、items リストに含まれる各要素ファイル名やフォルダー名を一つずつ取り出し、get アンダーラインファイルアンダーラインネームという変数に代入し、それをプリント関数で画面に表示しています。これにより、サンプルアンダーラインフォルダーの中身がリスト形式で出力されるわけです。ファイル整理の第一歩として、まずはフォルダーの中身を確認するために、この関数を使ってみましょう。それでは、こちらのプログラムを実行してみましょう。ドライブパスのディレクトリーの内容を os.list、ディレクトリーでアイテムに取得し、それを表示します。実行するとこのように指定したフォルダー内のファイルが表示されます。マウントされたドライブで確認してみましょう。ドライブ内のマイドライブを展開します。さらに、サンプルフォルダーを展開すると、表示されたファイルを確認することができます。次にファイルやフォルダーの存在確認するコードについて説明します。3行目のファイルイコールインプットファイルパスイコールでは、ユーザーに確認したい具体的なファイル名やフォルダー名を入力してもらい、それをファイルという変数に格納しています。インプット関数を使うことで、プログラムの実行中にユーザーからの入力を受け付けることができます。4行目のファイルアンダーラインパスイコールファイルアンダーラインパスプラスファイルでは、基本パスであるファイルアンダーラインパスとユーザーが入力したファイル名スラッシュフォルダ名ファイルを結合して確認したい対象への完全なパスを作成し、再度ファイルアンダーラインパス変数に代入しています。そして、5行目の ifos.pass、asphere アンダーラインパスが、ファイルやフォルダーの存在確認を行っている部分です。os.pass.exists 関数に先ほど作成した完全なパスファイルアンダーラインパスを渡しています。この関数は、指定されたパスにファイルまたはフォルダーが存在すれば true を返し、存在しなければ false を返します。もし os.pass、asphere アンダーラインパスが true だった場合、6行目のプリントフはじめ中括弧ファイルアンダーラインパス終わり中括弧は存在します。が実行され、指定したパスは存在します。というメッセージが表示されます。一方、os.pass、asphere アンダーラインパスが false だった場合、8行目のプリントフはじめ中括弧ファイルアンダーラインパス終わり中括弧は存在しません。が実行され、指定したパスは存在しません。というメッセージが表示されます。このように os.pass.exists を使うことで、ファイルが存在するか確認してから処理を行うといった条件分岐が可能になり、より安全で柔軟なファイル操作を行うことができます。それでは、ファイルやフォルダーの存在確認のコードを実行してみましょう。こちらの myfile0 に .txt を確認してみます。実行すると、このようにテキストボックスが表示されるので、この中にファイル名を入力します。myfile0 に .txt と入力し、エンターを押します。すると存在しますと表示されました。
もう一度実行し、今度は存在しないファイル名を入力してみます。myfile01.txt を入力し、エンターを押してみます。今度は存在しませんと表示されます。このように path.exist を使用して調べることができます。新しいフォルダーを作成したい場合は、os.makers を使います。exist_ok=true というオプションをつけておくと、もし同じ名前のフォルダーがすでに存在してもエラーにならずに処理を続行できます。次はサンプルフォルダの中に名称未定のフォルダーを作ります。こちらの makers でフォルダーを作成します。それでは、実行してみましょう。作成しました。のメッセージが出ましたので、ファイルを開いて、確認してみましょう。こちらに名称未定のフォルダーが作成されていることがわかります。ファイルやフォルダーの名前を変更リネームするには、os.lin やめ関数を使います。この関数は、変更前のパスと変更後のパスを引数として受け取り、名前を変更する機能を持っています。2行目のフォルダーアンダーラインパスでは、リネームしたいファイルが存在するフォルダーのパスを変数フォルダーアンダーラインパスに設定しています。3行目のファイルアンダーラインネームイコールインプットファイルネームイコールでは、ユーザーにリネームしたい現在のファイル名を入力してもらい、ファイルアンダーラインネーム変数に格納します。4行目のニューアンダーラインファイルアンダーラインネームイコールニューアンダーラインプラスファイルアンダーラインネームでは、新しいファイル名を生成しています。ここでは、元のファイル名の先頭に、ニューアンダーラインという文字列をつけています。5行目のオールドアンダーラインネームイコールフォルダーアンダーラインパスプラスファイルアンダーラインネームでは、元のファイルへの完全なパスフォルダパスプラス元のファイル名を作成し、オールドアンダーラインネーム変数に格納しています。6行目のニューアンダーラインネームイコールフォルダーアンダーラインパスプラスニューアンダーラインファイルアンダーラインネームでは、新しいファイル名への完全なパスフォルダパスプラス新しいファイル名を作成し、ニューアンダーラインネーム変数に格納しています。そして、7行目の OS、リネームウドアンダーラインネーム、ニューアンダーラインネームが、実際にリネームを行う部分です。os.lin やめ関数に、変更前のパスであるオールドアンダーラインネームと、変更後のパスであるニューアンダーラインネームを渡すことで、ファイルの名前が変更されます。このように os.lin やめを使うことで、簡単にファイルやフォルダーの名前を変更することができます。次は、リネームを行うプログラムです。こちらでファイル名を取得して、頭にニューアンダーラインをつけて名前を変更します。それでは、実行してみましょう。ファイルネームに myfile02.txt を入力し、エンターを押します。すると、ファイルネームがニューアンダーライン myfile02.txt にリネームされました。ファイルを削除したい場合は、Python の OS モジュールに含まれる os.remove 関数を使います。この関数は、引数として削除したいファイルのパスを一つ受け取り、そのファイルを削除します。3行目のファイルアンダーラインネームイコールインプットデリートファイルネームイコールでは、ユーザーに削除したいファイル名を入力してもらい、ファイルアンダーラインネーム変数に格納しています。4行目のファイルアンダーライントゥアンダーラインデリートイコールフォルダーアンダーラインパスプラスファイルアンダーラインネームでは、フォルダーのパスとファイル名を結合して、削除したいファイルへの完全なパスを作成しファイルアンダーライントゥアンダーラインデリート変数に格納しています。os.remove 関数は完全なファイルパスを必要とするため、このようにパスを生成します。そして、5行目の os、remove ファイルアンダーライントゥアンダーラインデリートが、実際にファイルを削除する処理です。ここで、先ほど作成した削除対象ファイルのパスファイルアンダーライントゥアンダーラインデリートを os.remove 関数に渡しています。この行が実行されると、指定されたファイルが Google ドライブ上から削除されます。次にファイルを削除する remove 命令を実行してみましょう。それでは、実行してみます。ここで、先ほどの myfile02.txt を入力します。
入力が終わったらエンターを押します。すると、削除しました。のメッセージの後に作業領域から myfile02.txt が消去されます。拡張子でファイルを検索するコードを見てみましょう。4行目のターゲットアンダーラインエクステンションイコール .git ハッシュタグ@param pdf.txt.jpg.git では、検索したいファイルの拡張子をターゲットアンダーラインエクステンションという変数に設定しています。この記述により、フォームのドロップダウンリストにより、pdf や .txt.jpg など、他の拡張子に変更することが可能です。そして、5行目の search アンダーラインファイルズイコール f4f-in-os、istdry アンダーラインパス if、end size ターゲットアンダーラインエクステンションが拡張子によるファイル検索の核心部分です。これは、リスト内包表記と呼ばれる Python の便利な記法です。OS、istdry アンダーラインパスで指定したドライブアンダーラインパスフォルダー内のファイルやフォルダーの名前のリストを取得します。そのリストの各要素ファイル名やフォルダー名を f という変数に一時的に代入しながらループ処理を行います。if end size ターゲットアンダーラインエクステンションの部分で、各 f ファイル名スラッシュフォルダ名がターゲットアンダーラインエクステンション指定した拡張子で終わっているかどうかを判定しています。エンドスイスメソッドが true を返した場合のみ、その f が新しいリストサーチアンダーラインファイルズに追加されます。つまり、この1行で、指定したフォルダー内のファイル名の中から、特定の拡張子で終わるものだけを抽出した新しいリストサーチアンダーラインファイルズを作成するという処理を行っています。最後に、7行目からの forget アンダーラインファイルアンダーラインネームインサーチアンダーラインファイルズ、プリントジットアンダーラインファイルアンダーラインネームでは、検索結果が格納されたサーチアンダーラインファイルズリストに含まれる各ファイル名を一つずつ取り出し、画面に表示しています。このように os.listDill と文字列のエンドスイスメソッド、そしてリスト内包表記を組み合わせることで、簡単に特定の拡張子を持つファイルを検索することができます。それでは、拡張子で検索するコードを実行してみましょう。こちらのドロップダウンリストより拡張子を選択します。例えば、PDF を選択してみます。そして、実行ボタンを押します。すると、フォルダー内の2つのファイルが表示されました。今度はテキストを選んでみましょう。すると、先ほど、テキストファイルを削除したので表示されません。それでは、G シートを選択してみましょう。今回は、2つの Google シートを見つけることができました。このように os.listDill を使用するとファイルの拡張子で検索することができます。次は、更新に知事でファイルを絞り込む方法について見ていきましょう。ファイル整理では、いつ更新されたファイルかという情報も重要です。特定の期間内に更新されたファイルだけを対象にしたい、といった場合に役立つのが、ファイルの更新に知事を取得して絞り込む方法です。これには、OS モジュールとデートタイムモジュールを組み合わせて使用します。コードを見ていきましょう。まず、2行目で日付を扱うデートタイムモジュールをインポートしています。5行目の now イコールデートタイム、デートタイム .now では、コードを実行した、現在の日時を取得し、now 変数に格納しています。6行目の1アンダーラインマンスアンダーラインアゴイコール now マイナスデートタイムタイムデータデイズイコール30では、現在の日時 now から30日前、つまり、過去1ヶ月前の日時を計算しています。デートタイムタイムデータデイズイコール30は30日間の期間を表し、これを現在の日時から引くことで、過去の日時を求めています。この結果を1アンダーラインマンスアンダーラインアゴ変数に格納しています。8行目のリシェントアンダーラインファイルズイコールでは、条件に合うファイル名を格納するためのからのリストリシェントアンダーラインファイルズを作成しています。9行目からの for item in OS、istdry アンダーラインパスでは、対象フォルダードライブアンダーラインパスの中にあるファイルやフォルダーを一つずつ取り出してループ処理を行っています。各要素はアイテムという変数に代入されます。10行目のアイテムアンダーラインパスイコール os.pass
ジョインドライブアンダーラインパス、アイテムでは、フォルダーのパスドライブアンダーラインパスと要素名アイテムを結合して、その要素への完全なパスを作成し、アイテムアンダーラインパス変数に格納しています。11行目の ifos.pass、ifile-item アンダーラインパスでは、現在の要素アイテムアンダーラインパスがファイルであるかどうかを判定しています。os.pass.ifile 関数は、指定されたパスがファイルであれば true を返します。フォルダーは更新日時で絞り込む対象外としたいので、ファイルの場合のみ次の処理に進みます。12行目の無タイムアンダーラインタイムスタンプ os.pass、get time item アンダーラインパスでは、ファイルであると判定されたアイテムアンダーラインパスの最終更新日時を、タイムスタンプという形式で取得し、無タイムアンダーラインタイムスタンプ変数に格納しています。タイムスタンプは、特定の基準時刻からの経過秒数を表す数値です。13行目の無タイムアンダーラインデートタイムイコールデートタイム、デートタイム、フロンタイムステンプタイムアンダーラインタイムスタンプでは、先ほど取得したタイムスタンプ無タイムアンダーラインタイムスタンプを人間が読みやすいデートタイムオブジェクトに変換しています。この変換された日時オブジェクトを無タイムアンダーラインデートタイム変数に格納しています。14行目の if 無タイムアンダーラインデートタイム、1アンダーラインマンスアンダーラインアゴでは、ファイルの最終更新日時無タイムアンダーラインデートタイムが、過去1ヶ月前の日時1アンダーラインマンスアンダーラインアゴよりも新しいかどうかを比較しています。つまり、最終更新日時が過去1か月以内であるかを判定しています。もし条件が true 最終更新日時が過去1か月以内であれば、15行目のリシェントアンダーラインファイルズ .appendItem が実行され、そのファイルの元の名前アイテムをリシェントアンダーラインファイルズリストに追加しています。ループ処理が完了すると、16行目のプリントフ、はじめ中括弧ドライブアンダーラインパス終わり中括弧内の過去1ヶ月以内の更新ファイルで結果表示のヘッダーを出力し、18行目からのフォーゲットアンダーラインファイルアンダーラインネームインリシェントアンダーラインファイルズ、プリントジットアンダーラインファイルアンダーラインネームで、リシェントアンダーラインファイルズリストに格納されたすべてのファイル名を表示しています。このように os.pass.getTime で更新日時を取得し、デートタイムモジュールで日付を比較することで、特定の期間内に更新されたファイルを効率的に絞り込むことができます。次に、更新日時でファイルを絞り込んでみましょう。今回は30日以内に更新されたファイルを表示してみます。それでは、実行してみます。するとこのように、過去30日以内に更新されたファイルが表示されました。ファイル整理の自動化でよく行うのが、特定の条件に合うファイルを別のフォルダーに移動することです。ここでは、特定の拡張子を持つファイルを指定したフォルダーに移動するコードをご紹介します。これには、ファイルの移動を扱うシューティルモジュールと、ファイルやフォルダーの操作を行う OS モジュールを組み合わせて使用します。まず、コードの1行目でインポート OS、2行目でインポートシューティルとして、必要なモジュールをインポートしています。シューティルはファイルやフォルダーのコピー、移動、削除などの高レベルな操作を提供します。3行目の from google.colab インポートドライブと、それに続くコメントアウトされた5行目、6行目は、Google ドライブをマウントするためのコードですが、このスライドのコードブロックでは省略されています。実際には、ファイルの移動を行う前に Google ドライブがマウントされている必要があります。8行目のソースアンダーラインディルイコールでは、移動元のフォルダーのパスを変数ソースアンダーラインディルに設定しています。ここでは、マイドライブ内のサンプルアンダーラインフォルダーを移動元としています。9行目の整理アンダーラインフォルダーイコールインプット整理するフォルダー移動先イコールでは、ユーザーに移動先のフォルダー名を入力してもらい、整理アンダーラインフォルダーアクサングラーブ変数に格納しています。10行目のデスティネーションアンダーラインディルイコールスラッシュコンテントスラッシュドライブスラッシュマイドライブスラッシュサンプルアンダーラインフォルダースラッシュプラス整理アンダーラインフォルダーでは、移動元のフォルダパススラッシュコンテントスラッシュドライブスラッシュマイドライブスラッシュサンプルアンダーラインフォルダースラッシュとユーザーが入力した移動先フォルダー名整理アンダーラインフォルダーを結合して、移動先フォルダーへの完全なパスを作成し、デスティネーションアンダーラインディル変数に格納しています。11行目のターゲットアンダーラインエクステンションイコール .git ハッシュタグ@param pdf.txt.jpg.git では、
移動したいファイルの拡張子をフォームのドロップダウンリストでターゲットアンダーラインエクステンション変数に設定しています。14行目の os.make-destination_dir exist_OK=true では、移動先のフォルダー destination_dir が存在しない場合に新しく作成しています。exist_OK=true オプションにより、すでにフォルダーが存在していてもエラーになりません。このコードブロックでは、ファイルの移動に必要なモジュールをインポートし、移動元、移動先フォルダーのパスを設定、そして移動先フォルダーが存在しない場合に作成するという準備段階の処理を行っています。前のスライドで移動の準備が整いましたので、このスライドでは実際にファイルを移動する処理を見ていきましょう。18行目からの for item in OS、istdar source underline dir では、移動元、フォルダーソースアンダーラインディルの中にあるファイルやフォルダーを一つずつ取り出してループ処理を行っています。各要素の名前はアイテムという変数に代入されます。19行目のアイテムアンダーラインパス =os.pass、join source アンダーラインディル、アイテムでは、移動元フォルダーのパスソースアンダーラインディルと現在の要素名アイテムを結合して、その要素への完全なパスを作成し、アイテムアンダーラインパス変数に格納しています。21行目の ifos.pass、ifile-item underline pass and item、end size target underline extension では、現在の要素が、ファイルであるかつ、指定した拡張子ターゲットアンダーラインエクステンションで終わっているという2つの条件を満たすかどうかを判定しています。os.pass.ifile でファイルかどうかを判定し、endSwiss で拡張子を判定しています。両方の条件を満たすファイルが、移動の対象となります。条件を満たした場合、22行目のdest underline pass =os.pass、join destination underline dir、アイテムで、移動先フォルダーのパス destination underline dir と元のファイル名アイテムを結合して、移動後のファイルが配置されるべき完全なパスを作成し、dest underline pass 変数に格納しています。23行目からのトライ、ブロックでは、ファイルの移動処理を行っています。try.except ブロックを使うことで、ファイルの移動中にエラーが発生した場合でも、プログラムが停止しないようにエラーハンドリングを行っています。24行目のシューティル、move item underline pass、dest underline pass が、実際にファイルを移動する処理です。シューティル .move 関数に、移動元のファイルのパスアイテムアンダーラインパスと移動先のパスデストアンダーラインパスを渡すことで、ファイルが指定した場所に移動されます。移動が成功した場合、25行目のプリントフ、移動しました。はじめ中括弧アイテム終わり中括弧が実行され、移動したファイル名を表示します。もしファイルの移動中に何らかのエラーが発生した場合、例えば、移動先に同名のファイルがすでに存在する場合など、26行目の except exception as e、ブロックが実行されます。e には発生したエラーの情報が格納されます。27行目のプリントフ移動に失敗しました。はじめ中括弧アイテム終わり中括弧、はじめ中括弧 e 終わり中括弧では、移動に失敗したファイル名と、発生したエラーの内容を表示しています。ループ処理がすべて完了した後、29行目のプリント処理が完了しましたで、一連の処理が終了したことを示すメッセージを表示しています。このように OS モジュールとシューティルモジュールを組み合わせることで、特定の条件に合うファイルを自動的に別のフォルダーへ移動させることができます。次に、特定の拡張子のファイルを別のフォルダーに移動するコードを実行してみましょう。こちらのドロップダウンリストで拡張子を選択します。例えば、G シートを選択します。そして、実行します。すると整理するフォルダー移動先を指定するよう促されるので、今回は G シートという名前を入力します。これでエンターを押して決定します。すると、2つのファイルが移動されたことがメッセージで表示されます。それでは、ファイルを開いてみてみましょう。こちらの作成された G シートのフォルダーを開いて確認してみます。このように作成されたフォルダー内に、2つの G シートが移動されているのを確認することができます。さて、今回の動画では、
Google コラボラトリを使って Google ドライブのファイルを自動整理するための基本的な方法を学んできました。コラボのマウント方法から、OS モジュールやシューティルモジュールを使ったファイル操作、そしてファイルの検索や移動といった整理のロジックまで、ファイル整理自動化の第一歩を踏み出すための内容だったかと思います。この動画を通して、以下の点についてご理解いただけたかと思います。Google コラボラトリを使って Google ドライブにアクセスし、ファイル操作を行う基本的な手順。Python の OS モジュールを使ったファイルやフォルダーの情報の取得、作成、名前変更削除の方法。シューティルモジュールを使ったファイルの移動といった、より実践的な操作。拡張子や更新日時といった条件でファイルを絞り込む方法。これらの基本を組み合わせることで、皆さんの Google ドライブのファイル整理を大きく効率化できる可能性があります。例えば、特定のキーワードを含むファイルだけを別のフォルダーに移動したり、一定期間アクセスされていないファイルをアーカイブフォルダに移動したり、といった様々な自動化が考えられます。ぜひ、今回学んだことを応用して、ご自身のファイル整理に役立ててみてください。ぜひ、皆さんの Google ドライブで今回ご紹介したコードを試してみてください。きっとファイル整理が楽になるはずです。この動画が役に立ったという方は、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントをお願いします。皆さんのリアクションが動画作成の励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。